おはこんばんは、オリーブです。今回も引き続き中の片付けをやっていきます。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当、これなので真似される方は自己責任でお願いします。作業的にはこのパレットを解体していって、早く終わればこっちの方のケースを片付けていきたいなと思います。そしたらまずはライトの位置が微妙なので少し移動しておきます。ポチッとな。扇風機もつけて完璧。そしたら作業を始めていきます。いつもみたいにラジオ形式で早送りで動画の方を回していきます。よし、始めよう。道具を見せつけながら作業を始めましたね。冒頭でも言っていましたが、後ろで作業映像を早回しにしながらラジオ形式で進めていきます。撮影できればなるべく毎週投稿できるように動画の方を投稿していこうと思っています。そんなに肩の力を入れて見るようなものではないので、お酒とかジュースとかお菓子とかを食べながら気楽に見てもらえればと思います。前回の投稿が1週間前だったんですが、皆さんどんな1週間でしたか？オリーブは車にトラブルがあったので整備していました。その整備した動画も後々アップするので、もしよければ見てください。で、前回動画の質問とか整備あるあるをコメント欄で募集したんですよね。その結果がこちらです。たくさんの整備あるあるコメントありがとうございました。そしたらまずはペンネームオリーブさんからの質問です。車のエアコンのコンプレッサーの下のボルト2本のうち片方が外そうとすると折れてしまうのはあるあるですよね。わかります。実際過去にね、2本とか3本折ってるんで、ものすごく共感できるあるあるですね。続きまして、汗ダクダクオリーブさんからのコメントです。ライトの位置変えたけど、大して明るくなってないんじゃない？本当は全てのコメントを紹介したいんですけど、今回はこれぐらいにしておきましょう。そんなことより、ガレージ片付けようと思って中に入ってみると、時々野良猫が入り込んでいるんですよね。小さい方のガレージにも猫が入り込んでいて、許せないって思いましたね。だってもっと居座って。でね、最初はパレットをきれいに解体して、使えそうなら木材としてきれいにまとめて再利用しようと思ってたんですけど、ほとんど水に濡れてるので、木が腐ったり、釘が錆びたりしてて、再利用するの難しそうなんですよね。なので、途中からですが、丁寧に解体するのをやめて、ワイルドに破壊しながらパレットを解体して片付けていったんですよね。このパレットに使われてる釘って結構太くて、バールを使ってもかなり力をかけないと抜けないんですね。なので最初はバールで釘を抜いてたんですけど、かなり苦労しましたね。で、前回動画編集のソフトのバグだと思うんですけど、映像と音がずれてたんですよね。音なんて小さく流してるだけだし、そんなに気にする人いないかもしれないですけど、今回は一応直したんで映像と音が合ってると思います。編集ソフトって時々謎のバグを起こして、その原因追求が結構大変なんですよね。このシリーズはシンプルな編集なんでまだすぐに修正できましたけど、複雑な編集やってる時はそれだけで1日とか潰れることあるので、ちょっと怖いですよね。そう、それとガレージの床なんですけど、雨漏りで水が溜まってますよね。で、この水の溜まり方がまばらになっているので、床の低いところに水が溜まって、床の高いところは水が溜まらないので、それを基準に見てみると、結構デコボコした床になっていますね。車の灯印調整やるときとか、なるべく平らな床がいいと思うので、直そうかなとも思うんですが、どうしようかな。そんなに力入れて、ピカピカのガレージを作ろうとはあんまり思わないんですよね。屋根があって、壁があって、車が置ければいいっていうぐらいの気持ちなんですけど、それにどれぐらいの高低差があるかわからないですけど、あんまりにも床の高いところと低いところの位置に差があると、高いところをすごい削るか、めっちゃ材料を使って低いところを埋めないといけないんですよね。手間もお金もかかるし、別にこのままでも気にはなんないけどな。動画的には直した方が盛り上がるのかな。見てくださいこれ。1枚解体したのに、まだこんなにパレットがあるんですよね。そう、それとガレージつながりってことで、サンドブラストの話がしたかったんですよね。別動画でブラストキャビネットを作るっていう動画を出したんですけど、まず詳しくない人もいる
るかもしれないので、サンドブラストって何って話なんですけど、砂みたいなものを吹きつけてサビを取る道具なんですけど、その砂みたいなやつはメディアって呼ばれていて、いろんな種類があるんですよね。で、サビを取るのにアルミナっていうメディアがいいって調べたら分かったので、ブラストキャビネットっていうケースを作って実際に作業してみたんですけど、どうやらアルミナって使えるところがだいぶ限られてるみたいなんですよね。というのも、素材に吹きつけると削る力が高すぎて素材に刺さっちゃうみたいなんですよね。そうすると、それを取り除くのにだいぶ洗浄しないといけないみたいで、例えばエンジンの内部とか絶対に使えないですよね。使ってる人もいるのかな？多分無理だと思うんですけど、しかも80番っていうのを買ったんですよね。で、この番号っていうのがヤスリの番手みたいなもので粒の大きさを表してるんですけど、80番ってのはどうやら錆を落とす力が強すぎて、むしろ素材が削れちゃうみたいな番手だったらしいんですよね。みんな120番とか使ってんのかな。で、じゃあちょっと汎用性低いなと思って、今度重曹ブラストのタンクとキャビネットを作って実際に使ってみたんですが、これ今今回の動画のサビの部分ですね。皆さんもご一緒に、パレット。ちょっと意味わかんない。話は戻りますが、切削力があまりにも弱すぎて、なんかイメージしてた簡単に錆び取れる万能の道具っていうのがことごとく崩れましたね。便利は便利なんですけど、よく考えて使わないと大変なことになっちゃいますね。最近はレーザーで錆び取る機械とかもだいぶ安く売られてるみたいですね。って言っても高いけどな。あとレーザー切断機っていうやつですかね。あれ使ってみたいんですよね。あれも簡単に鉄を切れそうだけど、実際どうなんだろうな。使うの難しいのかな。そう、道具つながりといえば、初めて買った電動工具がインパクトドライバーなんですけど、これはめっちゃ便利ですね。電動工具の使用率ナンバーワンじゃないかな。皆さんが初めて買った電動工具は何ですか？それに一番最初に買うなら何の電動工具がいいと思いますか？オリーブはさっき言ったようにインパクトドライバーを買ったんですけど、汎用性が高いんですよね。アタッチメントが色々付けられて、削る、切る、ビスを打ち込む、あらゆる用途に使えますよね。あと感動したのがタイヤを簡単に外せるようになったことですね。車をジャッキアップしてリジットラックに乗せて、その後でもホイールナットを外せるのはだいぶ楽ですよね。あとフロントサスペンションの分解にも使えるので、だいぶ重宝してますね。フロントサスペンションって手動で使う工具で分解ってできるのかな？できるか。ただ手で使う工具だと分解が少しめんどくさいですよね。で、なんでインパクトレンチじゃなくてインパクトドライバーを買ったかというと、インパクトドライバーの方が車の整備だけじゃなくて何か物を作る時にも使うので、コストパフォーマンスが高いと思ったからですね。嘘です。そんなに考えて買いませんでした。インパクトレンチの方がパワーはあるのかな。でも、詳しくはわからないですけど、ソケットを使って使うことしかできないんですよね。多分。それだと、どっちか一個にするってなったら、インパクトドライバーを選んだ方がいいのかなっていう感じがしますね。どれぐらい力に差あるんだろうな。時間も余っちゃったし、実際に体験した怖いかもしれない話でもしようかな。これはまだオリーブが小学生の時の話なんですけど、アパートの上層階の方に住んでいたんですよね。で、季節は春頃で、窓からは夕日が赤く昇っていて、気温もちょうど良くて、気持ちいい夕方だったんですよね。そんなに部屋数があったわけではないので、寝るためにリビングにも布団が畳まれていて、その上に枕が置いてあったんですよね。で、なんか陽気のいい日だなぁと思って、そこに横になったら、だんだんうとうととし始めて、このまま気持ちよく寝れそうだなーって感じで、眠りかけていた時なんですが、電話が鳴ったんですよね。今はあんまりないですけど、当時は家電っていうのがあって、家に固定された電話があったんですけど、その電話って留守番電話の機能に切り替わって、相手が喋ったら録音される仕組みになってたんですよね。で、家にいる時は留守番電話でも相手の声が聞こえる機能がついていました。その電話がもう寝れそうだなーっていう時になったんですよね。だけど、こんなに心地いい時に電話に出る気になんてなれなかったんですよね。なので、電話が切れるのを待って、もうそのまま寝てしまおうってなったんですけど、それでも着信音は鳴っていて、しばらく待つと留守番電話に切り替わって、メリーさん、あなたの後ろにいるのっ
って明らかに電子音っぽい声が流れたんですよね。でもその時怖くなってその留守番電話の記録消したんですけど、まあこれはいたずらだなと思ってそのまま寝たんですよね。だけど数年経って振り返ってみると、まあ怪奇現象だとしても怖いですけど、当時スマホもなくてパソコンもそんな普及してない時にわざわざその声を作ってうちに電話をかけてきたその人の行動って結構怖くないってなったんですよね。もうやめだやめだ。疲れた。はい。ということで、疲れたみたいなので、今回の動画はここまでです。本日もオリーブの束の間ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。